こんにちは。こんにちは。今日はですね、カエデの寄せ植えをやっていこうと思います。はい。私寄せ植えってやったことありましたっけ？一回なんかあったあったような。ですね。でただ、しっかりとロジック的なところも踏まえてやったことが記憶にあんまりないので、臓器も最近やってなかったので、臓器またその寄せ植えってところで今回やってみようかなと思ってちょっとこの木を入手しました。はい。この木は私の兄弟子のクロスさんのところで買わしてもらって、これ誰が寄せたのか分かんないですそれであれなんですけど、もう少し僕は寄せをちょっと変えてもいいかなと思って、今回はこれ全部ばらしてそれぞれの配置にしていきたいなと思ったんですけども、先代の時からこの配置の位置関係、ヒンジ系とか、そういう話を踏まえながら寄せを作っていきましたけども、せっかく大宮にいるんであれば、近くに世界的に評価されている方がいらっしゃるので、大先生がにちょっと聞いてみようかな何それ思い、今回はまずその方のポイントとか考え方を伺って、それを実際に自分で消化させて落とし込んでいきたいなと思っております。はい。それでは先生のところへ行きましょうか。行きましょう。はい。ということで、不用園さんにやってまいりました、園主の竹山さんです。不用園の竹山です。よろしくお願いします。久しぶりの登場かな。そうですね。お久しぶりです。はい。不用園さん臓器で世間的に有名な園ですけども、特に竹山さんの代表作としてはやっぱり寄せ植えがあります。ということで、竹山さんの寄せ植えがなんで世界で評価されているのかをちょっと考え方的なところで僕も勉強させていただきたいなと思って、今日来させていただきました。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、で早速なんですけど、ここにもカエデの寄せ植えがありますけど、竹山さんが大事にしている、寄せ植えの、ポイントというか考え方っていうところで、まずこの寄せ植えを作るときに何を大事にされているかっていうのをお聞きしたいんですけど、これはね、私の父親が、作ってもう80年近くなるんですよね。それでやはり寄せ未生した素材っていうのは苗木から寄せしていくんで、どうしても幹がまっすぐになるんですが、この寄せに限ってはすごくこの幹に模様があって、寄せの中でもちょっと際立った存在かなというふうに思ってます。それとともに時代的にもう相当古い持ち込みだと。作られた経緯とかをお聞きになった？これはね、なんかもうちょうど私は父親がその結婚した記念ってわけじゃないけど、その頃作ったって聞いてます。ですから年代的にももう相当古いということは言えるんですけど、もう下の方は癒着が、そうですね、もう外すことはできないぐらい癒着してましてね、それで模様があると同時にじゃあ長年持ちこたえだっていうのはやはりその普段の手入れ、特にカエデっていうのは放っておくとちょっと強くなる性質を持ってますんで、そうならないように、剥がりと切り込みを繰り返して、それでここまで持ってきました。ほぐれが、そうですね、ほぐれがね、幹の模様と相まってほぐれがいいんではね。けどその年数とか、また寄せ植えっていうところも踏まえると、やっぱこの普段の手入れをしないとここまで維持がねできないんです。カエデ、他の樹種でも寄せあるんですけど、やはり長く持ちこたえることができるのはカエデでしょうね。早速じゃあこちらがその先代がお作りになったということで、竹山さんがお作りになったやつもありますしていただいていいですか？これ樹齢どのぐらいか知りたいな。樹齢、この木の樹齢としてはね、100年超えてると思います。もううちの父親が作って約もう70年以上過ぎてるかな。生きてれば100ですから、だから20代後半に作ってますからね。もう70年以上作って70年以上経ってると。その時にはもう振りがあった木なんですかね？あったようです。だからそういう模様があったってことがこの木のね、寄せの一番の特徴ですから。だから今度は次のご覧いただくとそれがはっきりと分かると思うんですけどね。
これがね、私がちょうど20歳代後半っていうか25、6に作った作品すごい。ですからもう60年近く経ちますかね。はい、これは先ほどね、谷山さんおっしゃられたように幹はどちらかというとまっすぐですよね。模様は取ったんではあるんですけど、それでもやはり太ると同時にまた幹がその模様が薄く消えてきちゃったりして、どちらかというと幹が直感体に近い感じのものですよね。この木自体は20歳代に作られたということでしょうけど、その時にまだ先代はご存命もちろん、はい、その時にアドバイスとかを受けながらやったんですか？一番うるさく言われたので、以前から昭和10年代後半ぐらいまで、もうもちろん寄せもありました、ただその寄せがその作り方としてはね、ただ単に鉢に植え込んだっていう、だから要はいわゆる林を作ろうとして植えたっていうよりも、なんていうかな、ただ植林したような感じの方が多かったですから、それは私どもの父親はいわゆる遠近法を取り入れてね、物っていうのは近く見れば大きく見えるでしょ、で遠くのものは小さく見えますよね、ですからここ正面だけれども、こちらが見てもらうと、ここに芯が太いのがありますけども、こちらから見て一番この目から近いところに大きなものを一本中心的に立て植え込んで、それを取り囲むような植え込みですから、ここにちょっと見ていると手がちょっと入る、ここが大きく2つぐらい入る、でこちらはまた大きく跳ね出しっていうんですけど、広く間を取ってですね、遠くから林を眺めているような、そういう状況を頭に置いて、それで作ったと、今まではただ植えたような感じのものが多かったんですよ、ですからよく言われたのは、私が作っても言われましたけど、こういう例えばここに審議のグループが一つありますけど、でこちらに出てる羽出し、そうするとこういうもう古くなってちょっとそれがちょっと分かりにくくはなったんだけど、見てもらうと、この木とこの木はすごく接近してますよ、くっついてますよ、であるものはこの審議から比べるとこういうふうに大きくここに手がちょっと入るぐらいの間隔を空ける、ですから三角形を作って、ここに審議があると、脇に添えともう一本あって、3本植えて、その三角形の形をね、いろいろ変えながら、場合によっちゃくっつける、あるいは極端に離すと、そういった技法を用いて遠近感を出しているわけですね。でそれはやっぱり私の父親が普通の雑木林を見て、でそれを感じながら、それを文状鉢の中に作り出すという、そういう作法を考えたっていうか、普段のそういう雑木林を見てですね、頭の中に入れ込んで植える、だから盛んに言われたのは、ただ植えることはしないんですけど、でも見てはっきりと幹と幹がくっついてる、また離れると、そういった作法を用いて、三角形っていうのは普通は二等辺三角形が標準でしょ、それをそれでやっちゃうといわゆる植林になっちゃう、それを幹を近づけたり離したり、そういった作法を用いて、一つの景色の雄大な広がりを作ると、自然の中の景色そうですね。ですからこれ脇から見てもらうと、正面からでもこういう感じになってますね、広がってる。で脇から見ると、やっぱりどうですか、こういうようになるように枝作りを、植え込んでからやったもんですけどね、だから見ても後ろの方はもうだいぶ古いから太りました、でもここに細いのがありますね、こういったこれは付け足してるんでこれはね、最初作った時はちょっと太ったりしてちょっとバランス悪くなる、そういった場合は今度はやはり材料を用意してた細い材料をまた植え込んで、その形が崩れないようにやるね。そういうことですね。よく浜野の時代とか、初代の時代からヒンジっていう要は信濃字を書けばいい。そう信濃字っていうのは形で見ればまた三角形に見えるでしょ、
ね、そうなんですよ、信濃路、それで頭の中に入れ込んで作るもんだってことを散々言われました。でもなんかその先ほど言ったようにその手の配置とか、要は1本空いて2本そうでっていうのは非常に分かりやすいし、今のその海外の人だとか若い人分かりやすいと分かりやすい言い方ですよね。はい、確かにしなって言ってもなかなかね海外だから信濃路って言っても日本人なら分かるけど、楷書、聖書、それから草書、そういうこうね、防災美術館のところもそうですけどね、そんなようにやっぱりこう崩していくと、それが大事ですよね。まあそれを頭の中に入れ込んでもらえば、一番こう作っていく上においても自分なりの作品ができるのかなと思いますけどね。例えばじゃあ、今回この20代の時代にお作りになったということでお聞きしたんですけど、こちらは若干その枝のほぐれとしてはこちらに比べるとまだちょっと落ち着く、そうですね、鋭角ですし、でこちらはどっちかというと若いっていう印象があると思うんですけど、こっちは最近のやつですか、それともこれが最近まだ作って10年経ったか経たないぐらいのものですけど、これもですからその作法にのっとったやはり新にはのっとった作り方でこう仕上がってるんですけど、ただねこれ年代的にはすごく変わらないんですよ。でこれはよくグリーンクラブなんかで最近はどうなのかな、苗木を売ってた業者の方がいて、そこから買ってきて、で 2,3 年鉢で作って、それで寄せたもんですよね。これを実際に作った、竹山さんが20歳代と、これは10年経たないぐらいということで、大体50歳ぐらいギャップがあると思うんですけど、考え方として変わります。同じですか？同じ。ちょっと変えてみようとかっていうのはあります。これについてはないんですけど、最近はこのいわゆるこう一つの定番というか、真偽があって羽出しがあって円形があって、でこれが標準的な作りで、そこにこう幹を近づけたり離したりいろんなやり方で変化を持たせた寄せを作るんですけど、最近では例えば真偽をこう右なら右端へ持ってきて、でこちら逆に細いのでこう流れを大きくこう右なら右、左なら左に流れるようなそういう作りもやってます。より要は風の流れを表現してるとか、そう表現するっていうかね、それですね。どっちかというとそういう木は振りがあるとかちょっとこう動いてる木の方が、本当はそれが一番理想だと思う。だからやはりこういう細い苗木の時、材料苗木っていうかその作った材料まだ若いですから、これで今度針金これもかけたんだけど、もう針金をこの幹が細いうちにもう曲げて、もうちょっとこう模様の取れたものができると、なおいいかなと思うんですね。これから私も年ですけども、若い方々にはもうちょっとこの幹がまっすぐじゃなくて、ちょっとこう幹の模様を振った、例えば最初にやったよもらい入れたようなああいう形のものがね、できればもっといいのかなというふうには思いますけど。僕はちょっと、今までその当時で作ってた寄せ植えと、竹山さんの寄せ植えの考え方の違いというか、面白いなと思うのは、真偽がありますけど、それをバッと前面に見せるんではなくて、1本2本でちょっと少しちょっとちらっと隠すような感じがあるかなと思うんですけど、あとはね、もう大体この本数的にはこう多くなるんですけど、もうちょっと少ない本数ので作る寄せもまた味わいあるものができると思いますよね。必ずしも寄せを作る作法に従った作り方ももちろんだけれども、それからちょっと外れたような作り方、これがいい味わいのなんていうかな、あるものができると思いますけどね。そういうことですね。この真偽がありますけども、それを
少し幹にかぶるような感じで、1本2本ちっちゃいのがあると思うんですね。だからそれにつもやっぱり遠近法はね、頭の中に入れて作った方がいいと思うんですね。だからどっちかというとアクセント的なところですよね、ちっちゃいのは。そうですね。はい。だからこれもそれにのっとって、こちらはね小さいのを円形として用いてますけど、やっぱりこれが完成して作ってそれで何年か培養管理するとやっぱり味わいが出てくるのはやっぱりそれにのっとった作り方をしてるとやはりいいですよね。見た感じがやっぱりこう違うんで、今までのちょっと今回のお話を含めると、まず最初にその寄せ植えっていうのは、考え方が重要っていうのがあると思うんですけど、竹山さんのお話聞くとその後のやっぱり手入れと、あとは手直しっていうのがよりいい寄せ植えを作っていく、維持していく、ことになりますね。そうですね。それがやっぱりこの奥行きの細いやつを付け足すとか、あとは補充っていうかね、中に傷むももできるから、だからやっぱり材料はこう培養していて、そういう時には入れ替えるとか、これも大事ですよね。やっぱりその要は作った時に完成ではなくて、もうどんどん良くしていくっていうこと、変化していきますから。でどうしてもねこの羽出しのこの部分というのはこの土の部分が多いでしょ。ですからねどうしても大きくなる、太るんです。だからそれをならないようにするのがなかなか培養管理では大変なんですけれども、どうしてもそれがちょっとこうバランス的に悪いなっても時は用意して、なければそれに近いものを見つけてきて、それ足していくということはしますけど、この芯の方がちょっと枯れてきちゃうとかっていうのもあります。例えば長い間だと虫に食われて枯れる場合もあるから、これは盆栽において何でも言えることですからね。だから一番大事なのは作って、これはだから作ってまだ4年ぐらいですよね。でもこれだけもう枝ができた、これはやっぱりこう若いうちはこう一本も枝もないからでしごくんですよ。で小枝を作っていっぱい吹いてくるから、それで必要な枝だけ残してあとは全部取ってこういう枝作りをしていきます。しごくというのは引っ張って例えばこうやるとで若い枝を取っていって枝を揃えていく、そういう方法もやるし、あとはもう葉刈りとそのいらない枝、いわゆる三つ股枝とか強い枝は外していきますから、で葉刈りを特に若いうちはしっかりやるから、それによって枝がこう細く仕上がっていきますので、やっぱり作ってからの後の管理が、作って放ることはないんだけど、ちょっと手を抜くわけじゃないけどこういう強い部分が必ず出てくるんですよ、重心部に。それは思い切って取って、こう切り替えていくとか、そういうことは日頃の手入れ日頃の手入れなんですよ。あとはありがとうございます。今ちょっと考え方というところでお聞きしました。ありがとうございました。ちょっとお忙しい中にお便りいただいて、いい寄せをまたね作ってください。ちょっとできたらお見せできればと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。というわけで戻ってまいりました。素晴らしいお話でしたね。ありがとうございますということで、それを実際に落とし込んでいきたいなとは思うんですけども、実際見ると、ちょっと違いますよね。まずその枝のほぐれが違うのはもう明白かなと思ってまして、でただ実際それは年数を重ねていけば、考え方のもとで作っていけるものかなと思います。で実際に、ちょっと今太い枝がありますので、そういうところを落としてから寄せ直しをしていきたいなと思います。細かい剪定は、寄せ植え後でもいいと思うんですけど、太いところは確実にいらないので、そういうところを落としていきます。まず一番分かりやすいのはちょっとこういうところですね。この部分、この枝のですね樹幹部になっている部分なんですけども、そこに大きくこう太く伸びてしまっているところ、こういうのは元から切っていきます。これなんで切るかというと、
実際これを伸ばしておくと木全体が太くなってしまうっていうのと同時に枝がごつくなるんですね。で植物っていうのはこの先端にどんどん栄養を吸われるので、周りはだんだん弱くなってしまう。でも間延びしていってで結局その要は目指していきたいふんわりとした枝作りができなくなってくるので、こういう太い枝を取っていきます。でまたこの樹幹部っていうのを作っていきたいんですけど、実際これ全部今きれいにできるかってそうではないんですけども、例えばここの枝、ここに太い枝が2本あったわけですね、こうやって、そうするとここ同じとこから3本出てる状態になっちゃうんです。そういうのを解消するために今これを落としました。でまたこっちの枝の方が実際優秀なんですよ。でこの細い枝、しなやかな枝を今後は生かしていきたいので、これよりこれとぶつかってます、この太い枝が手前のね、これも取ってあげる。そうすると横に伸びました、でこれを今後この細いやつを生かして作っていければ、これが頭となって横にこう重ならずにですね、上下にこうやって伸びることができる。そういう形でちょっとぶつかっているところとか、頂点よりも下から生えてるけど太くなっちゃってる枝とか、そういうのを落としていきます。あと枯れ枝ですね、枯れてる枝、こういうところもありますんで、こういうところはそのままにしないでこう際で切ってあげる、でそれで切ったところにはカットパスターや、トップジンなどを塗って腐食がないようにやっていきます、でこういうところも重要ですね。枝自体は細いんですけども、長く伸びてしまってる枝、こういうそうですね、これを放置しておくとどんどん太くなっていって、おしまいにはこの枝自体がごつくなってしまいますので、こういうところは解消してあげないといけないです。カエデの場合1節から2本継いで芽が出ますので、ここの次はここから芽ができます、逆に言うと例えばここで切ったとしても次ここからなんです、なのでなるべくカエデとモミジっていうのは伸ばしたく、この節間っていうんですけど、この節間を伸ばしたくないので目摘みっていうのをやっていくんですけど、目摘みをできなかった枝なんです、おそらく、なのでこういうものに関してはできるだけ縮めていくと。でここでもいいしここでもいいわけです。そうするとここから芽がありますが、ここから次の枝が出てきます、もっと細かくやりたい人はおそらくここで取ると思います、先ほどの太い枝っていうのはこれが代表的な例ですね、周りの細い枝に対してここだけ異様に太くなっちゃってます、おそらくさっきのこの伸びた枝がこれぐらい高くなっちゃったんでしょうね、でそれをということで切ったのがここの枝になりますので、こういうところは一回作り直したい枝になるので、こういう元から取っていきます。切り戻しここの細い枝を次生かすっていうことです、で今この撮影時期は3月に入りました。3月、でちょっと見ていただくともう芽が出そうになってます、理想はこの寄せ植え結構非常に木にストレスがかかるような作業なんです、根っこを非常に多く取り除きますので、なのでもうちょい早くこれぐらいの時にやりたかったのかな、芽がこいつに関してはちょっと遅くなっちゃったっていう状態なんですけど、この動くちょっと手前にやってあげるのが、一番木にストレスがかからない最適な時期だと思います、でまたカエデモミジに関しては冬場に剪定をしてしまうと、そこから傷口から水を出します、樹液を出すんですけど、そうするとどんどん木が下から水を吸い上げて、しまいにはその鉢の中の水を吸い上げて枯れてしまう原因にもなるので、理想は植え替え直前に切るとかがいいと思いますね、冬場には切らない方がいいと思います。ものすごい飛行機と水の音で実際にはですね、この三つ股になってる枝だとか、っていうのは結構あります、そういうのはおいおいですね、この日々の手入れの時にやっていきたいと思います。ちょっと今日は時間の都合上全部できないんで、理想はこの幹事の姿の時にやってあげるのが理想ですけどね。だから
本当に2月末とかそうですね。冬を越えたぐらいのかもう11月の落葉した時、とか。本当はそっちの方がいいです。ああ、なるほど。はい。これどうなんですかこれ。この辺ビヨンビヨンって。これはですね良くないですね。崎山さんもしきりにおっしゃってましたけど、細い幹っていうのが非常に重要なんです。でその中で今これ後ろに配置してあって、要は細く見せたい枝だと思うんですけど、こういう長細い枝を残しておくとだんだんこの幹が太ってしまいます。なのでこういうのは早めに処理してあげた方がいいですね。これなんか良くないですね。この枝のとこ。ここは主幹がここにあります。こういうふうに。で、ここから枝が出てるんですね。枝の途中から出た芽なんです。これはおそらく。わかりやすく言うとこれと同じ。これと同じのが1年でこれ伸びちゃった状態。そうすると枝自体が太るし、これを放置しておくと、こっちがもう栄養を吸ってしまうんです。なので、こういうのはもう元から処理してあげて、ほら元の枝に栄養をいくようにしてあげるっていうことが重要。なんで楓が多いんでしたっけ？ですね、竹山さんもおっしゃってるんですけども、臓器の中で非常に強い部類の、種が、楓っていうことですね。でまたいろんな木で竹山さんもそうだし、他の盆栽園の人も、臓器っていうのは作っていったんですけども、その中で最終的にやっぱり今でも、状態を、維持しながら生きながらえてるっていうのは楓が多いっていうか、ほぼ楓しかないっていう。寄せ植えだと楓、ヒノキ、臓器で言うと、やっぱり楓、モミジとか、モミジもありますね。であとは昔はヒメシャラがあったっていうようなのをおっしゃってましたけども、ただだんだん木自体の性質上やっぱ弱くなってしまったりとか病気が入ってしまう関係で、楓が枯れる一番の外的要因は虫なんですけども、それ以外でだんだん枯れていくっていうのはあまりないということでおっしゃってましたので、強いからですね。でモミジも結構芯が抜けたりとかあるんですよ。なので楓モミジって楓の方が強いんです。このヘリが来ましたね。それがすごいですね。今切ってます。大丈夫ですよ。ということで、実際に、作業していきたいと思います。まずは、鉢から抜きますので、固定してあるやつを取っていきます。そのまま取れないかな？取れないですね。よし、でだいぶその上っ面は泥っぽい土で下は根っこが生えてるっていう状態で、おそらく結構根っこを落とすようになると思うんで、まずは保護して一本一本独立させていければと思ってます。でただ見るにちょっとこの辺とかそのまま使えそうなんですよね。だからここはちょっとそのままごっそり取れればいいかなとは思ってます。これはなんか固定で入ってるのかな？そうですね、何本か多分入ってますけど、3本か4本ぐらい。でもこれはこの鉢に初めて植えたんじゃないと思う。何回か植え替えしてると思います。これ同じやつ2つあったんですって。これクロスセットが、この間新次さん来た時1個買ってった。新次さんが持ってんだ。で同じようなやつ。寄せ直したらいいの良くなるぞと。あんまり売ってないからね、寄せ植え。
まとまってあるやつはね、葉性が一緒だから分かりやすいですから、そう別々で買っちゃうと葉性が違ったりと幹の感じ違ったりしちゃうし、まあでもさっき竹山さんと話してましたけど、こう寄せ植えする時は基本この葉性を気にしなきゃいけないんですけど、カエデの場合はまあ他の木に比べて幾分その未生変化が少ないっていうふうに言ってたので、その要は揃えやすい差で言うとカエデはいいですよっていう。なるほどね。もみじとかとも全然変わってきちゃうから。そうね。種で違うんですね。そういう時は挿し木をして、そう挿し木して取り木して接ぎ木とか。そう接ぎ木はまあするんだろうけど、挿し木したと早いですよね。あと幹の感じが違うんですよ、葉性によって。でやっぱカエデがいいんだね。カエデが、はい。カエデのでもさ、こういう苗みたいなの売ってなくない？売ってはないですね。作ろうと思わないと。種まかなきゃダメ。種です。種でやってきゃできますからね。もう逆に言うと。カエデの種どこで拾えるの？公園ある？大宮公園。東カエデだからまた、ね、その辺のカエデと違いますから、ね。でもあるらしいですよ、公園にやっぱり。知ってる人はそういうところに取ってやってる人もしたし。である程度ちょっとこの長いのも最初切っちゃいますんで。じゃあ形変えなければこのまま植え替えできるもんね。そう。決まってるわね。一回決めちゃえばね。ば消させるのは大変そうです。そうですね。ね、ついちゃってるから。だからまあ相当その根っこはダメージ入る。植え替えの負担は一番あるみたいな話してましたよね、竹山さんも。そうですね。だから一番いい時期じゃないとできないよねっていう。なるほど。いいことだ。この仕組みはあるんですかね。なんかちょっとかぶせられるかな。上からね。いやまあ正直乾かしたいっていう思いもあって、ただ今日ちょっと風が強いんで、なるほど。こういう日特に根っこ乾きやすいから気をつけたんです。室内とかでやるんだったら逆にもう少し乾かしちゃってもいいと思うんですよ。葉っぱもないですから。この細いのが貴重ですよね。これでいけそう。逆に言うとこいつらをどれだけ低くできるかなんですよ。そのまま行くんですけど、このままだと高上になっちゃうからこの下を削っていかないと。なるほど。多分ね長くこういう状態の木だったと思うんで、下がもう広がっちゃってるんですよね。幹がこう根っこが肥大化して、この厚さがもうマックスなんですよ。ここにもう幹がある。今ここにこの下ね。まあこれを思いっきり縮めるってことは今日はやらないんですけど、とはいえその今座りがちょっと悪い状態なんですよ。そこを平らにするっていう作業をやります。でそういう時にこういう今こっちとこっちだとこっちの方が高い状態なんで、こういう風に削っていきます。よくYouTube とかでも見ますけど、馬の蹄鉄を変える時みたいな。見ちゃうよね。で多分そういう道具だと思うんですこれ、おそらくもともとはそれを利用したんじゃないかなって思っちゃうけど、これをやっていかないと今度は下に行ってどんどんコブが出てきちゃって、浅い鉢に入んなくなってくるんで、そのまとまりだけで結構
いろいろやんなきゃいけないのをこれもあるしこっちもある、そうですね。結構やっぱ大変ですね、寄せ植えの植え替えは。まあそういう素材を作っとけばよかったんでしょうけどね、やるからね。これはだから要はそれ用に低くしておく素材があればもっと簡単なんだろうけど、まあ、大きく動かさなければ別にこんなことやってないですもんね。そうですね、あとは結構深い鉢に入ってたのはなんでだろうと思ってたんですけど、多分そういう理由だと思う。そのまま植え替えたから、土だけ足した感じですね。そうですね。でさっき分かった方は分かったかなと思うんですけど、下には根っこあんまなかったじゃないですか、はい、だから実際こんな木削ってもそんなにダメージが入らないというか、まあ保護は必要ですけどね、その後に、こんな感じかな。はい、でここら辺になってくると本当にもう根っこが少なくなってくるので、まあ自立させるのも結構大変なんですよ。だからまあ実際その抜いてみないと分かんないところあるんですけど、どういう形で止めようかなっていうのはちょっと今悩んでるところですね。場所を決めた後の固定法というか。そうですね。あとはどの高さで植えようかとか、結構深植えになってるといろんなレベルでこう上から生えてる根っこ下から生えてる根っことか結構出てくるんで、どこのラインで植えようか、そこで高さが決まるので、少し上根は取っちゃおう。ここを使うならこの上っ面の根っこを取っていく。こういうことです。そういうことですか。アリの巣みたいになってますね。この上こういう感じで根がね、根っこが上上下こう地下世界みたいなこの感じになってて、ここをどうこう取っていくかっていう感じですね。一番落ち着きのいい場所が取れればいいんですけど、どうすっかな、難しいんだよな。どこも正解なんですよ。だからこの木をどのぐらいの大きさにしたいかだから、低くしちゃうか。下をここにしちゃう。こうすれば落ち着きがいいですよね。でここはトップ陣かカットパスタみたいのを塗りましょう。はい、残り1本です。残り1本です。風がどんどん強くなっていきます。はい、ちょっと場所を移動しました。ちょっと風が強すぎて根っこも乾きやすいので、ちょっとハウスの中に行きました。でハウスの中もちょっと風が吹いてるんですけど、さっきよりはいいかなと思って移動しました。鉢を用意しました。手法、はい、手法でした。横幅はさっきの鉢よりかだいぶ広いですね。おそらく15センチ以上はでかい鉢です。なので、さっきの竹山さんの話にもありました通り、余白っていうのは非常に重要なのが寄せ植えだと感じてます。なので木同士の間だとか、あとは鉢の残った隙間だとか、そういうところを意識して作るためにちょっとだけ、広い鉢に植えしました。気持ちもっと広くてもいいのかなとは思ってはいるんですけど、一回ちょっとこれでやって、でまた来年でも広い鉢入れていけばいいかなと思ってます。じゃあまず早速主木ですね。先ほどちょっと何本かついであったやつをそのまま根っこを落とした木がこちらです。はい、これが主木、これですね。これをこの辺でしっかり見せてあげるような感じで配置をしていきたいと思います。で枝の具合なんですけど、こっちの方がいいんかな。頭がこっち来てるんですよね。そうですね。でこの主木によって流れが決まります。こっちにするかこっちかなんですけど、立ち上がりはねこっちの方が綺麗です。じゃあちょっとお腹出てるような感じなんですよ。ここはお腹出てるんです、こうやって。こっちの方がへこんでるんで、まあこっちかな。こっちにしましょう。カンタ君の方が正面ね。次にですね、この木っていうのはこの部分に枝が一切ないんです。なのでここをサポートできるやつをどれか配置したいと思います。間を埋められるような。これもともとあったやつか。ちょっと傷があるんで抜いたんですけど、
このぐらいの角度にして植えてもいいかもしれない。ちょっと見えづらいかもしれないですけど、ここに空いてる隙間をこの枝たちでカバーすることができるんですね。結構寄せ植えで大事なことは間隔なんですよ。枝と枝の間隔が大事ですので、隙間を埋めていくような感じでできるだけ被らないようにしていくといいと思います。なんかシナって言ってたじゃん。そうですね。あれはどういうことでしょうか。シナというのは、ブロックのことを指しますね。漢字のシナ、品川のシナ。品川のシナです。でただそれもですね、シナというのは漢字で書くようなシナだとどうしても大きさが均等になってしまう。なのでできるだけそれぞれのシナの大きさを変えてあげるといいと思います。3ブロックあるうちの大きさを変えていくと。でよく言われるのは一番上のシナのところを大きくっていうふうに聞くんですけど、私のイメージだと流れの元になる主木のところを一番大きく、なるほど。でどっちかというと一番上の口のところは小さく、そうすると遠近法として遠近法が使用できるんですよね。っていう考え方があると。寄せ植えには。今ちょっと仮置きですけど、例えばこういうちっちゃいやつね、こういうのを裏に持っていくとより森の様子、奥に行くに従って森が広がってるよっていうのを作れます。でまたこう枝なんですけども、内側にこういう風に持っていくんではなくて、外側にこういう風に持っていくと。なんでかというと、森の状況を思い浮かべていただきますと、基本外にっていう風に枝は動いていきます。光を求めて動いていくんですけど、そういうのを出したいわけですね。逆に中に行ってしまっている枝はどんどん弱って枯れていきますので、で次に大きいやつはここになります。この枝になります。でこの枝を、次の複木といいますかにしていきたいわけです。要は反対のブロックの芯ですね。今はシナの字の一番大きいところ、その次に大きいところの芯となるがこちらです。人によって考え方としてここにもう一本高いのを植えて、こっちは完全に低くするっていう人もいます。流れ強調みたいな。流れ強調の、そこは考え方次第なんですけど、私はどちらかというとこれぐらいに、でもどうだろうな。悩んでおります。これを服にしちゃうね。これをこうしてこうにしちゃう。それでもこっちの方がいいかな。でこのぶつかってるところは少し整理してあげると。で逆にこっちは低くすると。それでもいいかもしれないですね。じゃあとなるとこっちで一番高いのはどれかを見つけないといけないんで、こっちの種木似たような感じだね、みんな。これか。ちょっとチクチクこういう風に濡らしてあげてください。乾いてくる。乾いたんで、もう葉っぱにもかけちゃっていいです。じゃあこっちにしましょうね。で頭はこの辺で、でちょっとですね、針金なんですけど、以前からちょっと僕伺ってるのが、冬江さん針金あんま使わないんですよ。固定するのに。水を濡らして土を入れて、それでもう一回水を足してキュッと締めるんですよ。でフラフラしないようにっていうことなんですけど、ちょっと止めます。ちょっと安定感を出したいんで。井上さんは針金使わずに、そうですね。植えた後はあれですね、棚下とかで風当たらないように。風当たらないようにして、でも倒れちゃうとは言ってましたけど、でもちょっと一応私念のためにやっていきます。で普通はこういう風に止めたりとか、こういう風にやりますけど、イレギュラーなので、配置はちょっと工夫しながらちょっと斜めにやってあげると全体がカバーできるので。こんな感じで取りました。でこの時どれがどれだか分かんなくなってるので、これと今ここでやってるんですけど、2本出てるところは1個こうやってやって、
これとこれですよおーやっとけばこれとこれだなと分かるし、逆にこっちは何もやってないから、はいこれとこれだなと。例えばこれとこれだったらじゃあこっちとこっちをやってるんでこれとこれ曲げてこれやってないからここなんだなとかなるほど分かりやすくやってあげるといいと思います。同じ針金で引っ張るってことですね。そうですね。はい。そこなんですけど、ちょっとゴロ土入れます。でゴロ土といっても盆栽の中でいうゴロ土とはちょっと違って細かめな大きいやつです。なぜかというと結局根っこが張ってない状態なので、もう本当に大きいと安定感がなくなってしまいますので、最低限の水はけをということで少し大きいやつでやってます。でまた、今回は、赤玉だけでやってますね。はいでその上に赤玉の極小木は大きいけどね。そうでは大したことないかまず全体にこう巻いてら。はい。で大体木を置くとこはどこかなっていうのを見ながらこの辺にちょっと高盛りしてあげる感じですね。はい。先ほど検討していたここら辺ですね。はい。で冬江さんのやり方だと、はいもう濡れた土をここに置いてっちゃう。スワッと。今濡れて土ではないんですけど、はい。これを湿らせれば締まっていくと、そういうやり方ですね。例えばこうやって置くじゃないですか、はい。そしたらここで締めをこうやってやってあげるとこれでもう立つんです。自立するんで。ただ、実際何が正解っていうのはなくて、ちょっと試行錯誤しながらやってみようかなと思います。はい。反対のブロック、で手前に少し低めのこれだけでいいぐらいだね。なんかこんなにいっぱいある。楽しいじゃないですか。もっと近づけたいんでしょうね、これ。近づけるために根を切るって言ってましたね。これもう全部植えるんですよ。入れますね。あ、こういう太い根っこが邪魔しちゃうんですよ。当たっちゃうと。虫に植えちゃったかな、ちょっと。もうちょい間隔、もうちょい寄せるかもしれない。重みを測ってね。あ、そう。大変ですけど、それぐらいは。そうですね。でもさんは木枠作ったやつだね。イカダをね、イカダっていうの。この今ちょうど寄せ植えを作ってるんですけど、はい。そのまま使うよ。作ってるんですけど、はい。この間ちょっと知人の人がたまたまフラッと来てカントさんに紹介したくていて、その方のお友達だったんですけど、はい。ちょっと名前こそ言えないんですけど、日本人の秀才がみんな目指す大学の助教授の方でして、そう分かっちゃうね。まあそうだね。でね、植物のね枝の成長の仕方を研究されてる方、はいはい。それで話聞かせてもらってたらすごく面白くて、でちょうどねその方カエデの雑木林の枝の成り立ちとかそういうのを研究されてて、すごい面白かったのが、先生がつけたとかではなく、もともとの言葉として樹幹の恥じらいっていう言葉があるでしょうね。樹幹の恥じらい。はい、要は樹幹ってここですよ。樹幹もね。林が形成されていく中で木の頭がそれぞれ恥じらうようにそれぞれ分かれていくんですって。
頭の向きがみんな目線合わさないみたいな。そうそうそう。うんうん。すごくは面白いなと思って。樹幹の恥じらいってね。言葉がいいですよね。それで調べたら、もともと英語であって、クラウンシャイニーっていう。シャイニー。シャイ。恥じらう。あ、シャイ。シャイ。クラウンシャイニー。いいですよ、言い方がね。そうね。恥じらう。倒れ。恥じらっちゃった。恥じらっちゃったね。ちょっと今度、その方フィールドワーク行くっていう。フィールドワーク。一緒に行っていいですかって言って、ぜひって言ってたんですけど、北海道って言って行ってけないだろ。でもだいぶ勉強になりそうだな。確かにね。まあ後ろにすっか。一旦じゃあこれ細いんで後付けします。はい。じゃあこれだけ固定しちゃおう。はい。これでキュッてやっちゃうと、もう全部持ってかれちゃうんで、はい。軽く止める程度で主観の恥じらいを意識して。ソフトにできない。短かった。固定は終わったんですか？いや、まだここに今細いのを入れちゃう。はい。どうですか？ちょっとあれか？これが倒れてるかな。もうちょっとここに欲しくなるね。もう少しだけ。な。まあね。間がね。ここが寂しい。どうですか今のところ？この高いのがかぶっている。これをこっちにやってもいいのか。これとこれが被ってるってこと？かぶってるからこことここね。地下でいいよね。ってなった時にこれを今パターンって倒れちゃったら一気にやる気なくなっちゃう。あーって回してやるとかになるよね。さっきよくはいいけど、今離れすぎてるんですよ多分。木と木の間が、こんなもんか。一旦これにしようかね。手を入れられるやつ入りそう。でも本当にはあれなんだろうね。多分寄せるとこもっと寄せるんだろうねきっ多分ね。とね。そうなんだよ。これはもう固定のために土を追加。そうですね。藤原さんも結構持ってるって言ってたよね。持って最後にまあ落としますけどねっていう。ここで普通の植え替えと同じように突き込みをします。レーンさんからすると、効率悪いなと思う場所が結構あるかもしれない。だいぶもうかっちりしてきましたよ。本当。はい。これとかしっかりしてる。やっぱつくとなんだろう、詰まるのかな。まあそれもそうだし、あとはまあそういうことなんですけど、根っこの間に入っていくっていう。でどこに根っこがあるかなっていうのをちょっと触りながらやっていくといいですね。ヒノキの寄せは旦那といっぱい作りましたね。そう。そんなのあったの？結構もう作ったら売れたんですけどね。ちょうどブームだった頃？そうですね。一時期ね、落としていた。どうですか？いや、いいですよ。同じ木でも植え方変えるとだいぶ立派に見えるね。そうですね。ちょっと水を。はい。当時のさ、教本にはさ、親木、主食は一番前なんだよね。
それとはちょっと違うじゃないこだから敷居に聞いたんですよ、俺は。れは。なるほど。それは結局前後になる。流派的な話。そうです。僕もどっちかっていうと奥行き感を出したいから、って言ったって森に一番前に来るって言ったってここら辺には入ってるはずじゃないですか。実際はね。そう。だから一番目立つようにするけども、手前にちっちゃいのが来ても別にそれはおかしくないと思いますよ。こういうのもね、今ほらやってる人いないから、ここから寄席をやり続けたら新しい大家になれるかもしれないね。盆栽師の人が。はい。まあどっちかっていうと僕も寄せ植えとか株立ちが好きな人間なので、そういうテイストではやっていきたいですけどね。じゃあ次の大家はどっちかっていうとやっぱり今の主流って大型で芸がすごくてそうね。が主流じゃないですか。けど僕はちっちゃい頃からこう、まあ N ゲージとかジオラマも好きで、一番ジオラマ感あるよね、寄せ植えが。想像しやすいスタイルだから。であとはやっぱりその率とか置かしてもらうっていう時とかも、海外の方の反応ってよりこういう方が意外と人気だったりとかするんですよね。写真も撮りたくなるしね、寄せ植えはね。いい感じかな。でまた足りないところは今後同じような章を付け足していくっていう形でいいかなと。だってもうないんだから。その後ろのやつとかは足したやつなのかな。若いもんね。かもしれないですね。もしかしたら黒さんにあるかもしれないですね、同じやつ。なるほどね。場所が変わりました。はい。風が一番当たらないのここなので、ここで管理します。今実際完成して植えたんですけど、ちょっと邪魔しているところがいくつかあるので、そういうところを、整えていこうと思います。で一番は左流れですね、右から強い風がバーって吹いているので、それを踏まえてみるとちょっとこの辺が強いですよね。もう少し左に流していきたいっていうのがあるので、その辺を短くしていきたいと思います。現状この枝がちょっと気になるんですよ。裏の方に行っているので、ただこれをどうこうってちょっと今もできない状況なので、そこをカバーするような感じで、この辺の枝を今後作っていければいいかなと。これ下がんないよな。若干はこうやって下がるか。ちょっとこうやってやってあげるだけでも違うかもしれないですね。であとはその恥じらいを意識して、もう恥じらってますね。こう重なりそうなとこ、これとこれがこうやって間を透かしてあげるように恥じらってあげるといいと思います。芽が出たら楽しみですね。綺麗になりそうね、なりそうで。はい、水やりを終えました。どうでしょうということで。完成？はい。どうですか？逆にこういう感じのあんまりやってないもんね。そうですね。全体の景色としてはしっかりと三角形も意識して、でまた奥行き感も出たかなと思いますし、でまたそのフヨンさんと、本数も違うので、そこら辺はできるできないありましたけど、もっと足してってもいいかなと思うぐらいですかね。全体のイメージとしてはすごくうまくできたかなと。ここの間も空いて奥が見えるようにもできたし、
でここにキュッとまとまってるしブロックが、3つあるような感じにできたんですけど、次の植え替えでは、もう少し全体右寄せにできたらなと思います。なるほど。それは今度の植え替えは全部ばらす必要ないので、同じように周りだけ削って少しこうずらしていくっていう感じでやっていけば十分かなとも思いますし、前の方向ってここら辺の前面ですけど、もう少しこの辺では一本あったらいいかなと思いました。もうちょいこれこっちでもでも繋がってんだよなこれな。ここら辺に一本ピョーってあったりすると、もう少しなんか全体奥行き感出たのかなと思いましたけど、一旦これでよしとしてアップデートでやっていけばと思いますし、また、枝が今ちょっとごついので、その辺もアップデートで、ほぐしていければなと思います。時間の恥じらいも意識してできました。なんか不要園さんっぽさもありますね、やっぱ。そうですね。見てきたから。分かんないです。それを言ったら失礼になっちゃうかもしれない。例えば東順でこういう感じの植え付け、あんまやんないのかな。いややりますけどね。見たことないだけ。もちろん僕はこれはっていうか僕のあれです。僕のあれね。僕のあれです。ちょっと斜めにこう流れを出したいなっていう。この方がより柔らかさが出るんですよね。という形で、ちょっと滝山さんにポイントをアドバイスいただいたりとか、考え方的なところをお話しいただいた後に実際に寄せを作ってみました。やっぱこう大宮盆栽もいろいろな特色があって、それぞれの技また経験っていうのが、積み重なってできてきた地域になりますので、そういうところから本来で言うと一つの縁でっていうのは普通かもしれないですけども、ちょっと私の方としてはいろんな人のテクニックだとか考え方も次の世代につなげていきたいという思いでやっておりますので、実際にそれを習ってちょっとやってみました。これが今後良くなっていって、でまたこういうのも、素材があったらいろいろ今後も僕もやっていきたいなとも思いますので、ぜひ今後のこれもちょっと成長を楽しみにしていただけたらなと思います。次は万世さん。万世さんいけるかな。ちょっと聞いてみますけど。お願いします。ということで今日は楓の寄せ植えをやってみました。この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。